私はとってもハラハラしています。なんか前も同じこと言いませんでしたっけ？なんとマイクラにお化けが追加されると聞いたわ。もしかしてペールガーデンとかいう新要素ですか？そう、あそこだけ色が消えたような森になっているわ。なんだか不気味な世界よね。時間が止まった世界というかなんというか。そこで私は考えました。一体何をですか？あの森で生き抜く方法を。というと？染料をばらまいてカラフルにしてやるわ。私が総理になったらオゾン層にプリズムを設置します。ということで市場を作るマイクラをやっていきましょう。市場とか言いながら鉄製造機を作りましたよね。あれは先行投資なので、今回からちゃんと市場作りに取り組んでいきますよ。具体的にはどんなことをしていくのでしょうか？まずはこの町に建物を増やしていきます。まだ家を建てるんですね。まあ建てるって言っても3棟ほどになりますけどね。建てる様子はリプレイ映像でどうぞって感じよ。ちょっと空いたスペースを埋めていくのね。建物はどんな感じにするのかな？先に建てた建物と同じような素材で作っていくわ。大きな家ってのもロマンあるけど、たくさん作るとなるとできるだけシンプルで小さい家になるわ。マイクラの動画でよく見るようなファンタジーとは対照的ですね。ある程度のバニラ感を残していくんですよ。本当はセンスと時間の問題であることは内緒です。まあ作ればそれっぽくなるんだし、クリエイティブは数をこなせば上達しますよ。建築だって多分同じなはず。さすがものづくりの神様ね。まあ私マイクラ知らないけど、ある程度経験があれば新しいことにもすぐに馴染めそうね。確かにそれはあるわ。でも巷はもっと失敗から学ぶべきね。それはどういうことよ。商売の神様としてもっと時代の変化に合わせるべきよ。市場の場所や規模、形態は常に変化し続ける。その変化に適応する気力が足りないと思うわ。なんか私より市場に詳しい説あるわね。入れ替えっこしませんか？せめて服装はそのままにさせてください。なんか話が脱線しちゃったけど建物は建て終わったわ。いつの間にか違う作業ですね。この凹んだエリアも地形を整える作業をしていくわ。ここは何か建てるんでしょうか？今回は特に何もしないけどいつか建築とかするつもりよ。とりあえず土地だけ確保って感じね。ということで整地した土地はこんな感じ。ちょっと家を建てたりするのに使えそうね。石レンガで壁を作って湧き潰ししただけのシンプル構造。湧き潰しは松明だけにしたけど、そのうちもっとスマートに湧き潰ししたいわね。スマートって例えばどんな感じでしょうか？シンプルに街灯とかよ。あとこのネザーゲートがあった穴もそれっぽく整えたわ。ここはもっと改善できそうですね。それじゃあ今回建てた家をちょこっと紹介。紹介することなんてあるんでしょうか？同じような見た目に見えて少し構造を変えてるわ。まあ内装はガランドですけど。そこは頑張ろうよ。希望ならここに住んでもいいわ。家賃はタダよ。いや結構です。こっちの家はどうなんでしょうか？ここは珍しく部屋が分かれた家よ。内装は普通な感じ。普通にサバイバルで住めそうな家ですね。こっちは寝室兼書斎という設定よ。もっと見せてくださいよ。早く次の家に行くわ。ケチですね。あの家で建築は最後ですね。ここはロフト付き物件になります。メインの居住スペースはどっちでしょうか？村人がはしごを登れるのかわからないから下の階ね。ロフトはこんな感じよ。特に特徴もない感じですね。一応ベッドを置いておくわ。そういえばこの町、ベッドがありませんでしたよね。そうなんですよ。ベッドがないと村判定にならないからこれから設置していくわ。なんで作る時に置かなかったんですか？なんとなく村人がいないのに村判定になるのが面倒かなと思ったからよ。別にそんなことないと思うけどね。あれ、ってことはこれから村人が住むようになるのかな？もちろん、これから村人を連れてくるわ。さあやってきました。あそこは拠点から海を越えた先にある村です。なんか例の島流し村に似てるわね。いつまでその話するのさ。あれは全然別の村よ。でもなんでわざわざ遠い村にしたんですか？それには理由があるわ。これから私はこの村から選んだ村人さんから、戸籍の所有権を紙に返します。この世界に戸籍の概念があるんでしょうか？そして私の町の住人になってもらうのですが、どうも記憶の所有権は紙に返せないようなので、村人さんは元の村に戻ろうとするんですね。そりゃやってることはただの拉致ですからね。ということでなるべく遠くの村から拉致招待することで永住してもらう作戦ですね。やってることが人間のすることじゃないわ。まあ私神様なので。そうだった。この海には海底神殿があるから泳いで生還することはまずできないでしょう。村人さんには幸せな未来が来てほしいですね。ということで私に近づいてきたこの人を招待しましょう。自分からボートに乗ってくる積極的な人ですね。通り道にトラップ仕掛けたようにしか見えませんでしたよ。それでは楽園目指していざ出航。片道切符の旅が始まってしまいましたね。私が無料で乗せたから切符はないわ。そういう話ではないわ。てかこの人足が地面に食い込んでるけど大丈夫なのかな。これはリソースパックの影響のような気がします。本来村人さんは立ってボートに乗るのに無理やり座らせたからね。まあそんなことはどうでもいいわ。安全運転で行きましょう。
拠点近くの海岸にやってきたわ。まあ事故ることなんてそうそうないですからね。ここからは別の作業に入っていきます。何をするんですかね。村人さんを安全に迎え入れるために水路を掘ってダイレクトに町に入れるようにするわ。水路というかトンネルですね。これで村人さんをボートから降ろすことなく町の中まで入れますね。降ろしたら逃げるからこうするだけ。私は安全を確保してあげるのですよ。まあ一応この方が安全で確実ではあるね。ってことで町の入り口に到着。この人いつの間にか無職になってましたね。ある意味巷の仲間。ちょっとそれはどういうことよ。まあそんなことより大事なのはこの村人さんよ。この人はどうするの？とりあえずこの家に入ってもらうわ。あなたがこの町の最初の住人よ。記念すべき瞬間というべきか、それとも災いの始まりに過ぎなかった案件か、これからの巷の行動にかかってる。この町はちゃんと発展させていくから大丈夫よ。それじゃあ二人目の村人さんも招待していきましょう。二人いれば増やすことができるのね。二人いれば養殖できるから便利な世界よね。もし人類の数が激減した時、再び人口を増やそうとしたら数百人は必要って聞いたことがあるわ。遺伝子の多様性がなんとかってことよね。よく知らないけど、余って島にぶつかった。ちゃんと前を見て運転してください。昔のバージョンだったらボートが大破してましたよ。そんなこと言われても知らないわ。さあそれでは就活の時間です。これからあなたには秘書の仕事をしてもらいます。職業選択の自由は消滅。他に仕事はないのでしょうか。この町は秘書をたくさん置くことが目的よ。早速職に就いたようですね。飛び跳ねて舞い上がってる。ついにこの町にも市場が出来上がるわ。初めての市場だしこれは大事にしていきたいわ。前に作った島流し村は市場ではないの？ちゃんと町を作った市場は初めてってことよ。なるほどそういうこと。あの村の人は奴隷ってことになるのね。いいえ決してそんなことはありません。あとはもう一人の村人さんにも仕事をしてもらうわ。この人はすでに職に就いてるようですよ。なぜかこの人は失職しなかったわ。取引履歴が残ってるんでしょうか。そんなことはないはず。まだこの人たちと取引はしてませんから。とりあえず対応する職業ブロックを置いてみましょう。一応置いてはみたけど、反応がなさそうだわ。目の前の職業ブロックで仕事しようとしないってことですか。もしかしたら前の職業ブロックがリンクしたままかも。なんだかややこしいことになってそうですね。このままでは仕事してくれないわ。職業ブロックの所有権をリセットする必要がありそうね。前の村に行ってブロック壊してくるんでしょうか。または命を神に返すって手段もある。なんかよくわからないけど子供が生まれてました。一体いつの間に。ちょっと町から離れていたら増えてたわ。仕事はできなくても人口は増やせるんですね。とりあえずよかったわ。この調子なら順調に増えていきそう。なんだか自分で増やしたら可愛く感じますね。自分で産んだわけじゃないのに。自分で栽培した野菜が美味しく感じる理論よ。ということであなたはこれから市場の勘この町の未来を担っていくのよ。この子の将来は大丈夫なんでしょうか。ベッドで跳ねてるんだし大丈夫じゃないかな。親子で仲良くしてるわね。親子で謎のジャンプが始まったわ。私たちには理解できない謎言語でコミュニケーションしてるのよきっと。ちょっと見なかったことにしましょう。何こっち見てんだって顔したわ。そしてまた始まる謎のジャンプ。本当に何をしてるんだろう。私も混ざってみようかな。それはやめた方がいいですよ。それじゃあ私は村人が増えるまでの間に街づくりを続けますよ。今度はベルの設置ですか。これはね、よくわからないけど村長が就任するらしいわ。村長という概念があるんですか。だから近くの村からベルの所有権をいただいてきたわ。結局盗品じゃないですか。所有権が消滅したから盗品ではないわ。これぞ能力乱用ですね。人間は誘拐、現在は一部盗品。この町がいつか曰くつきにならないといいわ。さすがにそれはないでしょ。ということで私は寝るので村人さんが増えたら起こしてね。なんか押し付けられたんですけど。それではおやすみなさい。おはようございます。もう昼過ぎですよ。どうやら村人さんはちゃんと増えてくれたみたいね。適当に数えた感じ10人くらいに増えました。でもまだこの人たちは仕事をしていないようですね。だってまだ職業ブロックをそんなに置いてないですからね。まあでも、働く気はありそうな人たちだからなんとかなりそうね。秘書さんからは適当に取引しておきましたよ。この町でも秘書ガチャをするんですか？そのつもりよ。まだ防具系のエンチャントが揃ってないですからね。ツール系はもう大体揃ったけど、防具はまだ鉄なんだ。別に敵と戦うわけじゃないし、でもエンチャントはしておきたいわ。市場の発展のためにね。そういえばゴーレムも湧いてますね。ゴーレムが出るってことはそれなりの規模の村になったということよ。私の市場を作る計画は順調に進んでいるわ。果たしてどんな市場が出来上がるのか。ということで今回はこの辺で終わりにします。村人が無事に増えたから次回は町の拡張ですね。実はちょっとだけ周りの土地を整地したから、そこにもっと建造物を作っていくわ。それではさようなら。2週間後に会いましょう。